よーし、次はどの回を聞こうかな。お、ルーク、なんかご機嫌だね。何聞いてるの？レビアタン、ちょうどオタク FM の過去回をリピートしてたんだ。最近展開でさ、オタク FM ブームが起きてるんだよ。ほんと？オタク FM の面白さが展開にまで轟いてるなんて、なんだか光栄だな。そう、だから僕もいつの日かミカエル様に褒めてもらえるような立派なハガキ職人になってみせる。最近は早起きしてオタク FM 過去回100回聞くことを毎朝のモーニングルーティンにしてるんだ。毎朝早起きして100回も？ハガキ職人の朝は早い。ミカエル、ルークの育て方盛大に間違ってるよ。今オタク FM の最新回が更新されたからレビアタンも一緒に聞こう。本人が楽しそうだし、まあいっか。オタク FM アニメ&チルシーズン 2。皆さんこんにちは。アニメオベイミーガチオタ三男レビアタン役の加田聡です。この番組はイケメン悪魔調教ゲームオベイミーやアニメオベイミーシーズン2の情報など様々なオベイミープロジェクトの魅力をゲストと一緒に発信していく番組です。さあ、そんなオタク FM アニメ&チルシーズン2の第8回を一緒に盛り上げてくれるのはこの方です。どうぞ。ミカエル様付きのキュートな天使、天界代表の留学生ルーク役のおかきです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、おかきさん、お久しぶりでございます。お久しぶりです。オタク FM ミニ第3回に、登場していただきましたけども、そうなんですよ。ついにロングバージョンの本編でございますよ。ミニではない登場できました。はい、よろしくお願いします。お願いします。やった。聞いてくださってました？当たり前じゃないですか。シーズン2の方も。なんかね、もう1回目から盛り上がってるなと思って1回目はね、なかなか濃い方が濃かったです。濃かったですね。ちゃんとその流れに乗って頑張っていきたいなと思っております。いや、もうほんま天使みたいですからね、おかきさんは。本当ですか？笑顔が素敵。やった。明るい雰囲気にしてくれますから。いや、もう今日はね、加田さんと長時間喋れるということで楽しみにしてきました。いや、ほんまちょっと食べるやん。楽しみにしてきました。よっぽど楽しみにしてきてくれたんでしょうか。当たり前じゃないですか。いや、楽しい回になりそうな感じがしてますけども、今日はおかきさんを丸裸にしてやろうかなと思って。ちょっと待ってください。なんですか？今日そんななんかいい下着履いてきてないんですよ。そういうことちゃうね。なんで物理的に裸したらあかんねん。違う。心の壁をもっと取っ払っていただいて、そういうことですね。もっと仲良くなりたいなっていうことですよ。それは望むところですよ。いい下着持ってんすか？逆にそっちも気になるわ。それはまだ秘密です。もうちょっと心がね近くなってから。はい、ここの壁を取っ払ってね、お話していきたいと思いますけども、今回のラジオはアニメオベイミーシーズン2第8話「他がために腹は鳴る」、このアフレコ終了直後に収録しています。いや、そうですね。番組をお聞きの留学生の皆さんはもちろんもうご覧になっていただいていると思いますけども、今回おかきさんはルーク役ではなくデビルチーズバーガー役として登場してますと。そうなんですよ。なんかね、びっくりしました。びっくりしました。いや、初めやっぱ台本というかね、キャスティングを聞かされた時に恭平さんとだったので、ルークベールと仲いいもんなと思って、もうこれはベールとルークのね、仲つむまじい様子が描かれるんだろうなと思ったら、違う。まさかのデビルチーズバーガーでした。あれと思って、おかきさんもうめっちゃこっち向いて笑顔でめっちゃ喋ってくれるんですけど、めっちゃマイクの方乗ってない。これ乗ってない可能性。大丈夫？音量が聞こえてますか？それは聞こえてる。それは聞こえてると思う。本当ですか？めっちゃこっちに眩しい笑顔が飛んでくるんですけど。ごめんなさい、ちょっと加田さんのを見すぎちゃって。いや、それはそれで僕すごく嬉しいし受け止めてるんですけど。申し訳ない。若干ね、外れたり入ったりしてる可能性があったかなって気がするので、ちょっとね、声のボリュームバランスがね、ちょっと意識だけお願いします。前を向いていきますよ。よろしくお願いしますよ。デビルチーズバーガー、そうなんですよ。やってみてどうでしたか？なんかね、めちゃくちゃこのお話自体が
なんかね一本映画見たなみたいな気分になりました。壮大な物語でしたね。もう本当にね、あ、劇場版見たなぐらいの僕満足感を得られましたね、これは。ストーリーは壮大やし、これ何がどうなんねんって最後の最後でね、コロッとどんでん返しがというか。そうなんですよ。なんかもうコロッとなりましたけど、某少年漫画じゃないけど、なんかもう勇気情熱友情みたいな、なんかそういうね、感じを受け取りましたね、僕は。勇気情熱友情って言いましたはい、友情勝利努力みたいなことですか？そういうことです。ちょっと待っておかきさん結構のらりくらり行く人やぞこれ。あ、そんなことないですよ。あ、本当ですか？はい、まあでもアニメシーズン2になって、ルークね、もう登場したわけじゃないですか。もうシーズン1の時にはちょっと小さいサイズというか、ね、SD サイズで登場してましたけどね。シーズン2でがっつり、そうなんですよ。こういう言い方が正しいか分かんないですけど、等身大のルークとして演じることができたわけじゃないですか。あちらどうでした？なんかね、やっぱゲームで今までこうルークのね姿をこう見てきたわけなんですけれども、やっぱアニメだとそのゲームの姿以外のなんかポーズというか姿が見えて、なんか今回で例えば第3話とかだとみんなでオタクのね話をそう聞かされる回だったんですけどね。聞かされる回だったんです。被害者の回みたいに言うな。いやもう聞かされる回だったんですけど、いやなんかね、座り方とかなんかやっぱゲームとかじゃやっぱその立ってる姿なので座ってる姿とか見れないんですけど、なんか座ってる姿もちょっとこう体育座りっぽい感じでルーク座ってたりして、そうこれみたいな、なんかねやっぱそのゲーム以外でも見れる部分っていうのがアニメにあって、すごくなんかね、それだよそれってなりました。動いてるルークを見て、もう感がひとしおでした。はい。なんかあと結構第3話でルークなんか顔面崩壊じゃないですけど、なんかちょっとなんて言うんですか？そうですね、ちょっと疲れた顔をして脱出していくとこあったんですけど、こんな顔するんやみたいな。全身がもう痙攣してるかのごとく這いずってね。そうもうなんかね、精神的に参ってるぜみたいな顔してたんで、なんかそういう一面が見れたのもやっぱアニメのいいところだなというふうに思っております。いやだからこそって感じですよね。だからこそ見れたみたいな。留学生の皆さんもね、動くルークを見てちょっとねキュンキュンしたりとか、そうですね、やっと見れたって思った方も多いんじゃないですかね。やっぱ待ち望んでいただいてた方も多いと思うので、まあこれからねまだルーク登場すると思うので。するでしょう、そりゃ。しますよね。しますよね。これからもちょっと楽しみにね見ていただけたらなっていうふうに思っております。はい、ありがとうございます。ということで今日も楽しくやっていきましょうか。やっていきも楽しい、もうすでに楽しいですよ。あ、ほんまですか？楽しくやっていくとかじゃない、もうすでに楽しい。はい。あ、これは失礼いたしました。じゃあ楽しい時間を続けていきましょうか。イエーイ。皆さんにお届けしていきましょう。番組のハッシュタグはハッシュタグオタク FM。オタク FM の綴りはアルファベットで OTAKUFM です。Twitter、Instagram、Facebook など各種 SNS から番組を聞きながらのつぶやきお待ちしております。ということでオタク FM アニメ&チルシーズン2スタートです。はい、かわいい、ありがとうございます。こちらは留学生の皆さんから投稿していただいたいわゆる普通のお便り、普通おたを紹介していくコーナーです。それでは早速、前回決まりましたね。留学生ネーム。留学生ネーム。ヘイとはラジオネームっていうのをね、もうちょっとやめようじゃないかと。あ、なるほどね。いうことで留学生ネームっていうのをね、オリジナルラジオネームとしていいじゃないですか。このオタク FM では使っていこうということで、これアニメシーズン1の時にベルゼブブ役の方がなんかオリジナルのやつ作らないのっていうことを言ってて、確かにね、せっかくね。で第7回でねあの方が来てくださったんで、前回ね、それでじゃあ留学生ネームにしようかということをあの方が決めて、あの方がぜひ使ってもらえるのかなっていうことを心配してたんで、心配なんか知らないんですけど、第8話収録直後じゃないですか、ブースの前にいますからね。なんかね、もう絶対使ってねっていうね圧をすごく感じます。もうブースの窓枠の外に一番近いところに座ってこっち見てるんで、これは使わざるを得ないかなと。いやでも
今回初めてこの留学生ネームっていうのを使えるわけですよね。そうですよ。やった、めっちゃ光栄なことじゃないですか。初めてでございます。わあ、どうしよう、はい、第8回から、第8回からね。うわ嬉しい。あの方はすごい嬉しそうなんで、はい、じゃあおかきさん早速、はい、じゃあお便りを選びまして、はい、留学生ネームを紹介してください。やった、初の留学生ネーム。じゃあね、こちらの方、はい、留学生ネーム、しまぴさん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おかきさんへ、こんにちは。ルークのお誕生日にケーキ作りをされていましたね。とっても愛のこもった可愛いケーキで感動しました。ルークはスイーツ作りが得意なキャラクターですが、おかきさんがまだ作ったことがなくて作ってみたいスイーツはありますか？おー、なるほど。ありがとうございます。いただきました。ね、僕結構ねお菓子作りとか好きなんですよ。すごい。お菓子作りか。でもこれまだ作ったことがなくてっていう感じなので、なんかやっぱりデビルなんちゃらみたいなお菓子作ってみたいですね。あ、なるほど。はい。魔界にちなんだような。魔界に出てきそうなお菓子を一度作ってみたいなっていう思いはあります。はい。面白いですね。ね、その時はぜひ加田さんに食べさせて。食べていただいて。びっくりした。完全に毒味か。食べていただいて、ハッピーになっていただきたいなと。なるほど。はい。ハッピーなものを作ってくださるんですね。はい、当たり前じゃないですか。まあ味見として加田さんに食べていただいて、はい。その後皆さんにね。ちなみに今までどんなスイーツ作られてきたんですか？まあケーキとか、まあアイシングクッキーとか。アイシングクッキー。はい、自分でこう絵を描いたりするやつですね。すごい。はい。おしゃれ。あとまあロールケーキであったり、まあクッキー、プリン、あとパンケーキとか。結構いろいろ作るんですね。もうそれをまあ自分で食べるであったりとか、お友達に振る舞ったりとか。そうですそうです。おしゃれ。いや、おしゃれというかね、やっぱ食べるのも好きなんですよ、甘いものが。なのでやっぱもうこう自分美味しいもの食べたいな、よし作ろうってなるわけです。天使かよ。いやマジで。なんかやっぱ自分で作るのが一番こう自分好みの味にできるっていうか。おかきさん天使じゃないですか。いやもう今度ちゃんと加田さんに作りますんで、デビルなんちゃら。デビルなんちゃら。そのなんちゃらがまだ決まっていない。はい、そこはちょっとまだ未定です。なるほど。ぜひ作っていただきたいと思います。楽しみにしてますね。じゃあやった。はい、絶対食べます。やった、言いましたね。はい、島木さんありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ続きまして留学生ネームせしさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。レビは自分の情熱を人に伝えるのがすごいと思います。加田さんはレビのように何時間でも語り続けられるような情熱的なものはありますか、というメッセージいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、僕はね、まあ口下手なところもあるので、なかなかね、物事を人に説明したりとかプレゼンしたりするのが苦手なんですよね。そうなんですね。意外。嘘です。なんて。嘘です。嘘です。すごい嘘です。ちょっとナチュラルにいきなり嘘つくのやめていただけます？すごく嘘つきました。ですよね。はい。絶対好きだと思う。僕はプロレスが好きなんで。おー、いいですね。プロレス、野球、プロレス、野球とか、まあアニメ、ゲームもそうですけど、自分が好きなもんやったら結構永遠喋れるかなって気が。すごい、もう何時間でも。そうですね、劇団に僕は所属してるんですけど、その劇団の後輩に僕に、今はもうこのご時世になってからは行けてないですけど、入ったばっかりの子はまず僕とご飯に行って2、3時間プロレスの話を聞かされるっていう洗礼を受けないといけないっていうね。ちょっと待ってください。そういう儀式があるっていう。儀式が。はい。それをじゃあまあ通過しないと劇団には入れない。いやそんなことないですよ。もちろん入ってきてからなんかまあ飲み会とかねができた頃はやったりとかしてましたけど、僕はそんなつもりないんですよ。そんなに長時間喋ってるつもりはないってことですか？実はね、ただただ好きなことを好きなように布教してたらそんなことになってるみたいな。すごいですね。っていうことがね。本物じゃないですか。本物ってなんすか？本物。いや本物のやべえやつみたいな言い方するやん。本当に情熱を持って好きなんだなっていう意味です。ああ、そうです。そういうことですか。そうですね。だから延々喋ることができます。延々喋ることはできます。やろうとしたら。すごい。でも一応ね、気遣って途中で話をまとめたりも。そうですね。気遣える時もあります。気遣えない時もある。ただそうですね。アルコール入ってたらちょっと。じゃあ今度ね。はい。じゃあせっかくなんでもう一ついきましょう。はい。ではすいません。せしさんありがとうございました。せしさんありがとうございました。はい、もう一ついきましょう。続いては留学生ネームあきらさん。あきらさんありがとうございます。ありがとうございます。
おかきさん、ルークの声優として素晴らしい仕事をありがとうございました。ルークは私の一番の癒しキャラであり、最高の仲間です。私は言葉が苦手ですが、これからもルークの声優を続けてほしいです。今後の活躍を祈っています。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいですね。嬉しいですね。はい、なかなかね、このルークの、声優として、結構もう経つじゃないですか。そうですね。加田さんと出会っても経つんですけども、なんかやっと最近、ルークと馴染んできたなって自分で。ルークと馴染んできた。なんて言うんですかね、やっと馴染んできたなって僕今思います。なるほど。だんだんルークとも馴染んできて、でこうやって皆さんのメッセージをね、直接いただいて聞けるっていう機会もね、なかなかなかったので、もう嬉しいことですよ。だってね、ルークがやっとこのサイドキャラクターたちがこのね FM オタク FM に出演できるなんて。いや、そこがもう感慨深いです。ありがとうございます。そのまま来ていただきまして。いや、とんでもない。本当に呼んでいただいてありがとうございます。呼んでいただいてありがとうございます。そうなんですよ。とっても嬉しいですね。こうやってメッセージを届けてくださるのは。今後も頑張りますよ。はい、頑張っていきましょう。ありがとうございます。はい、ということで。このコーナーでは留学生の皆さんから番組を聞いた感想やアニメを見た感想、ゲストへのメッセージや質問を大募集しています。各種 SNS からハッシュタグオタク FM テルミーをつけて投稿してください。テルミーの綴りはアルファベットで TELLME です。以上、テルミーでした。コンビンスミー。はい、ありがとうございます。こちらは留学生の皆さんからオベイミーに登場する推しキャラへの熱い思いを投稿してもらうコーナーです。それでは早速紹介していきましょうか。ではおかきさん、はいね、これはあれですよね、お互いのメッセージを読み合うっていうスタイルですよね。そうですね、そんな感じでやらせていただいてますけども、ではルーク、そうですね、じゃあ思いっていうのを僕がじゃあちょっと紹介してもいいですか。じゃあぜひお願いいたします。はい、紹介させていただきます。留学生ネームジャクリーンさんからいただきました。ありがとうございます。私の可愛い素敵なルークへ、あなたらしくいてくれてありがとう。あなたの声を聞き、あなたの笑顔を見ると、いつも私の一日はより良いものになり、あなたのお菓子は私の魂を温かく幸せなものにしてくれます。あなたは素晴らしい天使であり、私はいつもあなたをとても誇りに思っています。ということでございます。ブラボー、ありがとうございます。ブラボー。いや、素敵な素敵なメッセージありがとうございます。メッセージ。いや、でもなんかこうして、なんかルークのことを見ていただいて、声を聞いていただいて、なんか一日が楽しくなるというか、より良いものになるっておっしゃってくれてるので、なんかそういう影響を与えられるってすごい光栄なことだなっていうふうに思いますね。いや、とっても素敵ですね。こんな風に思ってくれてるっていうね。そうなんですよ。めちゃくちゃ嬉しいですね、これって。本当にやっててよかったな。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続きまして、じゃあちょっと、レビュー当て。そうですね。いますか。じゃあおかきさん読んでいただけますか。では、ご紹介させていただきます。お願いします。留学生ネームジェオリックスロムルさん。ありがとうございます。ありがとうございます。超可愛いオタクレビーを愛していない人はいますか？私は彼がいつも私たちに彼とゲームをするように言ってくるのが大好きで、私たちが注目したり彼と一緒に時間を過ごしたりすると、彼はそれを見せたくないかもしれませんが、とても喜んでくれるのでいつも幸せです。私は彼をとても愛しています。ありがとうございます。そうですね。レビーは可愛いですからね。可愛い、本当に。本当に可愛いですか。もうルークも可愛いですけどね。可愛い。でもなんかちょっとね、可愛いの方向性は違うなっていうふうには思います。なるほど。もうレビー、前にね、僕ね、かっこいいレビーが見たい。なるほど。言ったことあるんですけども、確かにかっこいいレビーは見たいんですけども、やっぱレビー可愛いところもあって、でそのギャップっていうのが欲しかったんやなって今思うと。確かに思います。常にかっこいいのはちょっと違うかなっていうイメージがありますね。可愛いっていう前提があるからかっこいいのも見たかったやろうなっていうのが今になって思うので、こういう風に言ってくれるの嬉しいです。ジェオリックスロムルさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、素敵やな皆さん。はい、そしてもう一ついきますか。
留学生ネームピンクリームさん。ピンクリームさんありがとうございます。ありがとうございます。これはちょっとね、はい、本来であれば加田さんに読んでいただくと思うんですけれども、はい、ちょっと僕読みたいなと思います。いいです？いやもちろんですよ。ちょっとなんかね、めちゃくちゃ長文で頂戴しておりますね。熱い思いが、はい、これはもうぜひ僕自分で読みたいなと思います。わかりました。じゃあお願いします。はい、留学生ネームピンクリームさんですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ルーク愛してる。ルークはとっても頑張り屋で、どんなことにも一生懸命で、見ていると自分も頑張ろうと情熱をもらえます。大好きです。しかし真面目で一生懸命なところがたまに裏目に出て、彼の視野を狭くしてしまうこともあって、そんな時ルークは落ち込んでしまったり、素直になれず怒ってしまったり、でもそれでも必ず最後にはしっかり向き合う、前を向く、ちゃんと受け止められる強さがあります。そうだ。私はルークのそういうところに何より勇気をもらいます。立ち止まってしまいそうになっても、ルークを見ると私もまた彼に引っ張られるようにして歩き出せるんです。失敗しないのではなく、失敗をする彼だからこそ私は一緒に頑張りたいと思います。ルークはストーリー内で悪魔や魔界に対しての気持ちが変化したのは MC のおかげだとよく言いますが、私もルークのおかげで人生楽しいよ、ありがとうって伝えたいです。ルークの困り顔も悲しい顔も怒り顔も、その表情感情は本気で努力している証で応援したくなりますし、その先にある笑顔はすごく輝いて見えます。表情豊かなところが大好きです。キラキラ光るルークは眩しくて、でもどんなに眩しくても一緒にいたいと思えるのはルークが手をつないでくれるからです。ルークはお化けや暗いところを怖がりますが、同じです。私もお化けや暗いところが怖いタイプです。でもそういうシーンでルークは大丈夫か、僕がいるからなって手をつないでくれる、置いていかず、それどころか MC の心配を、こんなの好きになっちゃいます。まさに守護天使です。怖い気持ちを分かってくれる、その上で一緒にいてくれるルークがいるから、私も怖くても大丈夫です。どんどん作れるお菓子のレパートリーも増えて、ルークの世界はどんどん広がっていて、成長スピードに驚かされますが、 MC も一緒に行こうと手をつないでくれる手を私も離さず続こうと思います。ルークありがとう。ルークは小さくて可愛くて強くてかっこいいよ、大好きです。はい、ありがとうございます。すごいですね。ね、こんなに長い文章で、なんかそのルークの好きなところを、その文字にしてね、語ってくださるのって、なんかいやもう僕以上にルークのことを愛してくださってるなって思っていやめちゃくちゃ嬉しいですね。いやもうおかきさんちょっと泣きそうじゃないですか。当たり前じゃないですか。もう今日本当にもうなんか流す涙ないです。流す涙なくなってんの？はい。でもそれもう泣き終わってもうてるやん。泣き終わってます。泣き終わっていつ泣いてんそれ？いつ泣いてたんやそれは。気づかなかったんですか？知らん間にも泣いてて。はい。今読んでる最中に泣いてました。でも今泣き納め。泣き納め。整ってます今。ごめんなさい。まさか泣き納めやとは思わなかったですけども。泣き納めですもう本当に。この人もなかなか手だれやなほんま。どういうことです？いやもう本当にもうない水分カラッカラですよ。いや嬉しいですね本当に。文字でこんなねたくさん送っていただきまして、なんかでもやっぱ僕もねこのいただいたメッセージで結構共感するところがありますね。なんかこうルーク一緒になんか成長していく様子であったり、なんか一緒に手を差し伸べてくれて、こう MC となんかね一緒に成長していくのを見守れる部分が僕はすごくルークなんかもって思っちゃうので、はい、やっぱね皆さんそういう気持ちでルークのこと今後もね応援してくれたらなというふうに思います。はい、ありがとうございました。ということで、このコーナーでは留学生の皆さんからおベイミーに登場する推しキャラへの熱い思いを大募集しています。各種 SNS からハッシュタグオタク FM コンビンスミーをつけて投稿してください。コンビンスミーの綴りはアルファベットで CONVINCEME です。以上コンビンスミーでした。それではここで一曲お聴きいただきましょう。おかきさん曲紹介お願いします。それでは聴いてください。ルークでマイウィッシュ。
色のクリームでさ、僕たちの絆描こうよ。ほら最高のレシピ。もうこんな時間か。もっともっと笑顔が見たいな。お前との思い出増やしたい。全部全部宝物なんだ。あっという間だ。もっともっとそばにいたいんだ。またすぐに会えるからいいけど、寂しいな待ってるからな。お前とこうして一緒にいるとすごく落ち着く。もっともっと癒してあげたいんだ。ずっと一緒だぞ、約束。手をつないだら勇気が出るんだ。僕だけの想いギュッと詰め込んで灯した光のステージでさ、僕たちの絆歌おうよ。ほら最高のメロディー。ディアボロの誕生祭をやってるのは知ってるよな。次期魔王の誕生日といえば魔界を挙げてのお祭りだけど、今年はいつもとちょっと違う祝い方じゃないか。最後までみんなで盛り上がろう。そうそう、ナイトメア、ゴーストの祭りと神秘の花と抜き打ちテスト、魔界フィルムアワードももうすぐ始まるらしいんだ。ゴースト祭りに映画祭、楽しいイベントが目白押しだ。お前の笑顔が見たいから僕と一緒に遊ぼうな。また帰ってきた即興嘆きの館劇場。よいしょよいしょい。ということで、はい、こちらはオタク FM ゲスト陣からのこんなシチュエーションの話が見てみたいというリクエストをもとにオリジナルストーリーを制作し、ゲストと僕が読み合わせなしの即興劇として演じるコーナーでございます。前回のオタク FM アニメ&チルでは留学生の皆さんからアイデアをいただいていましたが、今回のシーズン2ではゲストのリクエストをもとにお話を作ってみようと趣向を変えてみました。そして今回は深木さんの要望を踏まえてシナリオが作成されたわけですけども、仕上がりはどうでしょうか？もうね、もう僕の依頼した通り、いやもうそれを上回っていただいたシナリオが届いております。本当に、これはね、ちょっと読んでみた感じでもなかなか面白いですね。ね、なんか一応でもまだ今から読むので内容は言えない。なんでこれを選んだかを今言いそうになりましたけど、危ない。後ほどじっくり聞きますから、じゃあとにかく皆さん聞いていただきますか。そうですね、まずね聞いていただきたいと思います。やっていきましょう。はい、じゃあタイトルを2人で言いましょうね。はい、それでは始めていきましょう。今回のいや笑ってごまかそうとしてどんな笑い方してごまかそうとしてんの。はい、カズさんお願いします。はい、いきます。今回のタイトルはこちら、ルークとババ抜き。次はレビアタンの番だよ。いちいち言わなくてもわかるよルーク、2人でやってるんだからさ。じゃ1枚カードを取ってごらんよ。おっと気をつけてね、もしかしたらババが入ってるかもしれないから。入ってるよ。それはどうかな、わからないよ。わかるんだよ、2人でババ抜きやってて僕が持ってないんだから。果たしてどうかな、本当にババはこの僕の手に。ストップルーク、
無理やり盛り上げようとしてるでしょ。そんなことないよ。あるよ、わざとらしい喋り方して。そうかな。そうだよ。だからさっき言っただろ、ババ抜きを2人でやっても面白くならないって。それを否定したもんだから認めたくなくて無理やり盛り上げようとしてるんでしょ。そんなことないんだけどな。はあ、やっぱりソロモンが用事思い出したって抜けた時に2人用の他のゲームに切り替えればよかったんだよ。どうする？今からでも切り替える？やだ、もう少しやろうよ。なんで？2人用のゲームないの？あるけど展開のゲームしかない。え？そんなの僕が展開にいた頃はなかったけど。いいじゃん、それやろうよ。いや、展開のゲーム悪魔になった今のレビアタンたちには面白くないと思うよ。どんなの？勝者譲り合いゲーム。何それ？どんなゲーム？2人で話し合って勝者を決めるゲームなんだけど。ゲームなのに話し合い？斬新だね。面白そうじゃん。けど展開のゲームだからさ、絶対に譲り合わないといけないっていうルールがあって結局決まらないようになってるの。で、拉致が開かないから最後にこんなに譲り合う仲間がいる。僕たちは両方勝者だねって言って終わるの。クソつまらないじゃん。てかそれゲームなの？そうなるでしょ。だからババ抜き続けよ。なんだよ。だったら魔界のゲーム持ってくればよかったな。確かにゲームは魔界の方が面白いよね。でも今日はお願い。このゲームだけ付き合って。これで最後にするから。わかった。続けよう。じゃあ取るよ。どのカードかな？これかな？これかな？これかな？よーし、じゃあこれは外して。よし、一組揃ったぞ。惜しい。ババ取りそうだったのに。じゃあ僕から取って。これ。よし、揃った。じゃあ僕の番ね。待って、シャッフルするから。はい、どうぞ。これかな？いや、これかな？それともこれ？ってことはこっちだな。なんだよ、また惜しかった。なんかバレてる？気がついてないの？なんかある？よし、最終局面だね。僕が1枚でルークが2枚。次はレビアタンの番だから、もしジョーカー取られなかったら僕の負けだね。どう？最後に何か言い残すことはある？最後ってまだ決まったわけじゃないよ。本当にそう思ってんの？だって2分の1だから。かわいいな、ルークは。じゃ、シャッフルして。そうだね。ドキドキしてきた。そうだ、レビアタン、どうせだったらちょっとだけスパイスを加えてみない？スパイスってどういうこと？負けた方がこの後ソロモンの料理を全部食べることにしようよ。ソロモン？料理？なんだよ急に。実はさ、昨日ソロモンがお家でできる簡単展開料理っていう動画を熱心に見てるの目撃しちゃったんだよね。多分この後僕らに食べさせるつもりだよ。最悪じゃん。じゃあゲーム抜けたのは今作ってるってこと？おそらく。で、今日みんなに声かけたんだけどレビアタンしか来なくって、それで半分食べるのは覚悟してたんだけど。ちょっと待って、僕は半分だって覚悟したくないよ。だからここで負けた方がソロモンの料理全部食べるっていうのはどう？その方が白熱するでしょ？ちょっと待って、僕をはめたってこと？まあいいよ。負けた方が全部食べるってことは勝てばいいんだもんね。あれ、思ったよりあっさり乗ったね。ゲームは好きだからさ。ただしルーク、約束してよ。もう一回とか絶対になしね。この勝負で終わりだから。もちろん約束する。じゃあやろう。楽しくなってきた。じゃあ取るね。2分の1。ババはこっちかな？なるほど。じゃあこっちかな？なるほどなるほど。ということは決まりだ。ごめんねルーク、勝負あったよ。ババはこっちだから反対のこっち。ババ引いた。なんで？なん
なんでって2分の1でしょ。そうだけど。もしかしてこれで確信してたの？ルークはめたなじゃあシャッフルしてよ。僕も2分の1だね。くそー、よーし、まだ終わってない。じゃあ行くよ。引く方なのに。こっちだ。やった、僕の勝ち。そんなんで。だいぶ繰り返したから僕がヒーって言ったら馬場を連想するようになってたでしょ。だから一瞬目で自分の馬場を追ってたよ。まだまだだね。舐めていた。とんでもない作詞猛者じゃないか。普段から僕のことチワワチワワってバカにしてるからだぞ。じゃ頑張ってソロモンのコース料理食べてね。コース料理？昨日見てた動画コース料理だったんだ。ババ引いたね。この悪魔！はい、お聞きいただきましたがいかがでしたでしょうか。どうでしたかね。何よ映画戦でもね、今回僕あれなんですよ、テーマとして提出させていただいたのが、なんかレビアタンとこのテーブルゲーム、ババ抜きみたいなもので、無駄に白熱した戦いをしたいみたいな。なるほど、なるほど。なんかこうルークって結構みんなで仲良く、あんまなんかその勝敗とかを決めたがらなかったり、そういうやっぱ天使なんでね、そういう一面があるんですけど、ゲームならやっぱりこのねこだわって戦い、なかなかそういう部分が見れないので、なんか今回ねそのバトルじゃないですけど勝負してるところを見たいなと思って。いやめちゃくちゃ作詞なところが意外とねすごかったですね。なんかちゃんとでもやっぱしっかりしてるもんね。いやブラフ張り続けてたってことですもんね。そうね、伏線めっちゃ前から張ってる感じですよね。すごいなこいつと思って、なんか普段の姿というか、なんか今まで思ってたイメージとは全然違うイメージのルークが見れたというか、ヒーって可愛いじゃないですか。確かになんかめちゃくちゃ単純で、実はこういうゲーム苦手で素直なんやなと思わせといて、実はもうこの罰ゲームも決めてたんじゃないかっていう勢いのやつですよね。確かにこうなることをもうね予想してたんじゃないかぐらいの。負ける気が全くないという。やばい。しかも最後はヒーっていうことによって人の目を視線さえ誘導して視線を見てね、すごいですよね。いやなかなか、いやでもやっぱ賢いよ、彼。いや賢いね彼。賢かったね彼。賢いね。なんかいやこういうなんかなんていうんですか、大人数でなんかバトルゲームとかあったら意外といいとこまで行くんじゃないかなと思います。いや楽しかったですね。ねこれなかなか面白いですよね。なんかいいなと思う。なんか僕もでも展開のゲームちょっとやってみたいなと思いました。勝者譲り合いゲームですか。そうです勝者譲り合いゲーム、最初は最終的に両者勝ちになるんでしょ。そのタイミング難しいですよね。いやもうやりましょうよ。お互い永遠とこう譲り合ってるっていう。いやおかきさんの勝ちですよ今回は。やっぱ加田さんの素晴らしいトーク力、そして演技力、加田さんの勝ちです。いやおかきさんがこれ提出してくれたんでしょ、このテーマを。じゃあおかきさんがやっぱ勝ちですよ。いやでもやっぱり僕のテーマをこんだけこの自分の中に落とし込んで表現してくれるっていうのは、やっぱり加田さんの能力であったり、本当に今まで築き上げてきたこのパーソナリティとしての経験も生きてますし、やっぱり加田さんのおかげだなっていうふうに思います。じゃあ俺の勝ちや。いやちょっと待ってや、置いてったな今。置いてったぞ。置いてったぞ。悪魔だな貴様。いや悪魔だな貴様。やっぱり天使じゃなかった。言ったやろ、クソつまんないじゃんって。ぜひ皆さんも展開のゲームやってみてください。そっちやんのマジで。まあできるかわかんないですけどね。素敵な一面も見れたし、なかなかね面白かったんじゃないでしょうか。はい、ありがとうございました。はい、以上また帰ってきた即興嘆きの館劇場でした。
はい、お送りしてきましたオタク FM アニメ&チルシーズン2ですが、そろそろお別れのお時間です。おかきさん面白いですね。面白いっすわ。もう終わり？いやもう終わりなんですよ。もう枯れた涙がもう出ないけど。出へんのかい。枯れた涙が復活するんかと思いきや、やっぱ出なかった。出へんかったんかい。そんな話ないやんけじゃあ。いや出そうという気持ちはあるんですけどね。なるほど。出ないんですよ。枯れ尽くしちゃいましたか。めちゃくちゃ楽しかったです。いや本当にね、ミニの時はすごい短い時間やったじゃないですか。そうなんですよ。でその時にはできってなかったおかきさんの魅力がたくさん出たかなと思います。でも確かにあの時はまだ加田さんとなんかねまだちょっと触りぐらいで終わった感じがあって、今回めちゃくちゃね楽しかった本当に。いやがっつり喋ることができましたね。そう。いやよかったよ。めちゃくちゃ面白かったですね。こちらこそ本当にありがとうございますよ。京平さん羨ましいでしょ。羨ましそうに見てますわね。ブースの外からちゃんと今回留学生ネーム言えましたからそこだけはね。そうですね。次回どうなんだろうっていうのはちょっとわかりませんけど、京平さんいないところではどうなるかわかんないですからね。まあその次回なんですけども、シメオン役の平田優さんが遊びに来てくれます。ついにシメオンやってくるわけですね。やってまいりますよ。果たしてどうなるのかといったところでございますけども。ということはゲストに平田くんが来るということは。そうなんですね。次回のアニメ9話っていうのが僕が演じるレビアタンのレビが飼っていたペット初代ヘンリーのお話になってるんですよ。おお、そうなんだ。今レビが飼ってる金魚は2代目のヘンリーなんですね。で初代ヘンリーがご存知の通りヘビなんですけども、そういうお話になってる中でシメオン役の平田さんが遊びに来てくれると。ということはどうなるのか、どういう感じなんやろ。いや楽しみですね。どうシメオンが絡んでくるのか。なんか僕が予想するにはなんかこう2人で一緒にヘンリーを探すみたいな。なんかいなくなっちゃうんですかね。そういなくなったヘンリーをこうシメオンと協力して探すみたいな話じゃないかなってちょっと思ってます。それにシメオンが付き合ってくれると。そういうことなのかな。優しいからね。なるほど。違うかな。いやどうでしょうね。どういう風になってくるのか楽しみですね。いやめちゃくちゃ楽しみではありますけれども、まあでも初代ヘンリーはもともとねいますけど、あっこからさらに逃げ出すってなるとだいぶえらいことになっちゃいそうな気は確かにねしますけどもね。確かに大騒動になっちゃうよね。じゃあ違うか。いやどんな風になるのかね、皆さんの方でも予想していただきたいと思います。楽しみです。はいということでそろそろ本当に終わりですけども。おかきさん終わるの？終わっちゃうんだよな。終わっちゃうんだよ。待って待つよ。待ってくれんの？それはそれで困る。むせてるじゃないですか。なんなん困んのかいと思って。いや待たれると困るやん。そんな困んのかい。こっちだってそんな用意してないですよ。してんのかい。してないです。とりあえず言ってみてるだけかい。とりあえずやっぱ待ってほしいなっていう気持ち先行型タイプです。僕気持ち先行型タイプ名言。気持ち先行型タイプです。いや気持ち先行型おかきとお送りしてきましたけども。そうですねやっぱり。じゃあ最後に言い残した言葉何かありますか。言い残して。でも今回やっぱり初めてこのルークねちゃんとオタク FM に出演させていただいて、もうなんかねやっとルーク来たなっていうことと、なんかアニメ8話ご覧いただいた方、デビルチーズバーガーだったんで、ルークが今後アニメでね活躍することもきっとあると思うんでね、皆さんこの先もねぜひ皆さん応援よろしくお願いしますということを注目していただきたいですね。そうですよ。ルークの活躍を。そうですよ。注目していただければと思います。いや楽しかったですねおかきさん。いや本当になんかね楽しかったのとね、疲れたのもなんかあります。疲れちゃった。楽しすぎて疲れた。そうなんか子供がわーって遊んだ後ってすぐ寝るじゃないですか。今もうすぐ寝れます。ゆっくり寝てください家帰って。そうしますよ。ありがとうございました。そうしますよ。ということでオタク FM アニメ&チルシーズン2、ここまでのお相手はレビアタン役の加田聡とルーク役のおかきでした。バイバーイ。動画を見てくれてありがとう。もっと俺たちのことが知りたくなったらアクゾン VIP メンバーシップをチェックしろよ。オタク FM やオベイミーボーイズ関連の未公開シーンなどなど VIP メンバーだけのコンテンツで魔界のオタ活がさらにはかどる。アニメシリーズを誰よりも早く見られるのも VIP メンバーの特権だぞ。他にもゲームが快適に遊べる特典がいっぱい。
アプリインストール方法やアクゾン VIP メンバーシップの詳細は概要欄を見てほしい。イケメン悪魔調教ゲームオベイミー、これからもよろしくね。